実験大好き MNF です。今回はお久しぶりです。カムバックアマチュア無線。この30年でね、だいぶアマチュア無線の状況っていうのが変わってきておりますので、アマチュア無線される時に一番の問題となりますのが、さてどっから運用しようかという問題。運用するところってね、もうパターン決まっているとは思うんですけど、それでもね、どこから運用するのかっていうのが結構ね、大きな問題になってるんじゃないかなと思います。アンテナがないとね、アマチュア無線できない、楽しめないっていうんですかね、ここ一番重要じゃないかなと思います。一番ね、悲しい状況が無線機の小型化に伴ってね、飛ばないアンテナを買っちゃおう。これ飛ばないって言うて、いや申し訳ないです。もう人それぞれだと思うんですけど、一つの目安が短縮率 50% より高いアンテナがね、比較的飛ばない傾向かなとは思うんですけどね、そういうものをね、ご購入されて挫折されている方も結構多いんじゃないかなと思います。逆にね、考え方変えますとね、これ今非常にいい時代到来しております。ここをね、詳しく説明していきたいなと思います。コンパクトの無線機1台あればね、全バンド運用可能です。昔ですとね、HF50 メガ2メーター430みたいな形でね、無線機3台とか4台ないとねダメだったと。それと固定用と移動用にね、ハンディ機とかもいるからって言ってね、ますます線機多いような傾向だと思うんですけど、最近ですとね、1台2台あればね、結構使い回し効くような時代となっております。で、性能面でもね、全く妥協がない無線機が多いと。デジタル化されてしまいまして、追加のフィルターの購入も不要になりました。で、あとチューナーの方もね、もう内蔵されておりますので、無線機本体買った後に追加で買うものが非常にね、少なくなっておりますので、懐に優しいね、無線機増えてきております。ただ一番の問題がね、あまりね、アンテナの方は進歩していないんじゃないかなと思います。無線機の多バンド化、小型化に合わせまして、多バンドのね、対応の小型のアンテナっていうのが結構ね、各メーカーさんからも出てくるような形ですけど、実際使っちゃいますとね、性能面でがっかりっていう方もね、結構多いんじゃないかなと思います。特徴としましては、相手はしっかり聞こえてると。相手はね、しっかりと聞こえてるんですけど、いくら読んでも相手から何一つ返答がないっていうんですか。また QRZ とかで言うてね、何らかの応答があればね、頑張ろうと思うんですけど、そのまま CQ 連呼されてしまって、逆に言いましょう、無視されたような形っていうんですか。QS できないからっていうのでね、挫折していく傾向じゃないかなと思います。アンテナのね、設置場所、これがね、一番重要じゃないかなと思っております。例えばですけど、一戸建ての場合ですと、ルーフタワー、昔ですとね、屋根の上にトンとね、2メーター、3メーターの大きな屋根馬ですよね。これで上げてしまえばね、結構地上高も稼げますし、大きなアンテナが設置できたかと思うんですけど、最近ですと、家の構造、屋根の構造ですよね。この辺が大きく変化しまして、この屋根馬がもう乗らない、乗せにくい家がね、非常に増えたんじゃないかなと思います。で、あとタワーの方もね、要注意になってきております。結果的には意外とね、2階のベランダからアンテナね、ちょこんと出されている方が結構今増えてきてるんじゃないかなと思います。一戸建ての時の問題が、領空侵犯の問題ですよね。昔ですとね、お隣さんのお庭にちょっとぐらいアンテナが飛び出しても、お互いにね、顔見知りですから OK みたいな流れでね、結構皆さんやられてたんじゃないかなと思うんですけど、最近はね、やっぱり世代交代もあると思います。持ち主の方が変わる場合もありますので、その辺もね、なかなか今はね、難しい時代になってきてるんじゃないかなと思います。タワーの方もね、建てるのも大変ですけど、一番大変なのがやっぱ片付けるタイミングですよね。よく言われてるのが、タイミング誤っちゃいました。これね、やっぱり知らない人から見ると倒すの結構大変に思われがちですので、タワー建てた後のこと考えるとね、なかなか踏み切れない方っていうのもね、多いって聞いております。マンション。今ね、非常にこのマンションっていうのがね、やっぱ住みやすさもあってね、多くの方が住んでるんじゃないかなと思うんですけど、ベランダにね、アンテナつける場合でも、外から見えるとね、いろんな問題を生むような形っていうんですか。で、逆にこれ正直言うんですけど、見えないような付け方って当然できると思うんですけど、見えない付け方するとはっきり言ってかなり飛ばなくなると思います。同じアンテナですけど、見えないように奥の方につけますと、もうびっくりするぐらい飛ばない。同じアンテナと思えないぐらいね、耳も悪くなりますし、電波も飛ばない傾向になるんじゃないかなと思います。パラボラアンテナ結構皆さん挙げられてたと思うんですけど、今日のね CATV とかやっぱり美観の問題で、何を言いましてもね、やっぱりネット環境が変わってきて、パラボラみたいな
一般の方がね取り付けるアンテナっていうのも減ってきてしまってますので、逆にそれがねアマチュア無線化からしますとアンテナつける許可がなかなか下りにくくなってきてるんじゃないかなと思います。で今度モービルですよね。車もうこれはねアマチュア無線の王道だと思うんですけど、機台の取り付けがものすごく困難な車種が多いと。昔ですとねこの辺にかけたらいいだろうって言ってだいたいパターンあったと思うんですけど、今各場所も金具かけちゃいますとガラスが割れたり、非常にね繊細なデザインの車が多いですので、ほとんどの方もう7割ぐらいの方はね意外とこのマグネット機台ですよね。昔ですと完璧な仮設扱いだったと思うんですけど、このマグネット機台ね使われている方結構多いんじゃないかなと思います。電源の取り出しも大変っていうんですか、昔から大変は大変なんですけど、今日ねますます車の方のね機密構造が結構進んできてますので、エンジンルームからケーブルの引き込みっていうのが結構大変だと。途中のねラインからも電源取れないことはないんですけど、やはりちょっとした無線機設置しますとねやっぱり10アンペア以上の電源がいるとなりますと、かなりねこの電源ライン過負荷がだんだんね難しくなってきてるんじゃないかなと思います。でそれに伴いましてあまり無理にね今度電流取り出しますと、やっぱりこの電圧低下の問題、あとは回り込みですよね。最近の車っていうのはデータリンクで通信してますので、ある意味ノイズには強いんですけど、あるレベル超えちゃいますとやっぱり途端におかしな挙動に入ると聞いてますのでね、やっぱり回り込みに強くなった反面弱くなった反面もあって、やっぱりディーラーさんに聞いてもねもう無線機つけられない方がもう助かりますっていう意見がね圧倒的に多いんじゃないかなと思います。で今度移動運用ですよね。皆さんもねこれよくされているパターンじゃないかなと思うんですけど、最近はやっぱり小型のアンテナ使えてる方多いですね。昔ですとねクラブ局とか複数人でどでかいアンテナあげようやみたいな形で言い換えてたと思うんですけど、最近はね比較的もう小型のアンテナ50メガですと 5L、6L じゃなくて 2L ぐらいで出される方結構多いんじゃないかなと思います。各自ね皆さんのスケジュール調整も難しいっていうことでね一人で移動運用されてる方もね多い傾向じゃないかなと思います。運用場所ちょっとこれだいぶね今注意が必要な時代になってきているような気配も感じております。こんなこともね少々はないんですけど、ただ移動運用のメッカ、あとは観光地みたいなところに行きますとね強制撤去って話も時たま聞きます。3エリアですとね六甲山なんか有名ですけど、六甲山の景色のいい観光地みたいなところに行きますとどうも私有地にかかってるそうですね。聞きますと昔はある程度黙認されてたっていう時代もあったそうなんですけど、なんか最近お聞きするとあそこはもう大きなアンテナ車外に立てるとすぐに撤去してくださいっていう連絡が来るそうです、係員の人が。でもあそこはダメですよってねローカルさんはなんか言われてたような気配があります。でこの通報につきましてもね、そんなにはないと思うんですけど、私の知ってる曲が山の上に上がってたら下からパトカーが上がってきて本当の簡単な職務質問を受けたとは聞いております。ただ本当に質問されただけで「あそうですか」で警察の方はすぐ帰られたそうで、その時にこれ通報ですかねって聞いたら、一応なんか通報があったから上がってきたっていう話もありますので、以前よりね世間の目が厳しいっていうのはこれもう現実問題認めるしかないんじゃないかなと思っております。お手軽な移動運用、お手軽っていうのはもう本当のねこういうハンディタイプの無線機を指してはいるんですけど、展望台、展望台でも東京とか大阪にもありますよね。この高層ビルので特に有料のところ、無料のところも最近やばいと聞いてるんですけど、こういうところはやっぱりね、窓も締め切りです。声もよく響きます。してやっぱり来られる方もね結構アマチュア無線のことなんか全く関係のないことがね結構来られてるので、もう最初から禁止等も上がってるところが結構多いという。これ東京の方はものすごく多いそうですよね。大阪の方はちょっと場所はちょっと直接言うのはね避けたいなと思うんですけど、南の方の日本でも代表的な高いところで、港の方にある高いところも今のところはねローカルさんあたりが上がってちょっと QSO してるのを聞いたことありますので、ニューイヤーパーティーとかその辺でね出されて、今のところはまだ OK というかダメとは言われてないとは聞いてるんですけど、各局さんもねかなりやっぱりヘッドホンされたりして気は使われてるようなので、一定のレベル超えちゃいますとね関東と同じような状況になってもおかしくないんじゃないかなと思うので、
こういうお手軽な運用場所っていうのもね、ますますしづらくなってくるんじゃないかなと思っております。で、最近の流行。これ流行ってマイブームも挟んではいるんですけど、私のね、よく QS をする局長さんもなんかこういう傾向の方、今増えつつあります。近所の高いところですよね。高いって言うても本当に10メーターとか30メーターぐらいっていうんですか。ちょっと見晴らしのいいところに移動されている方、多いような傾向です。例えば川辺ですよね。堤防の上みたいな形でね、周りが開けたようなところ、そんな特別なところじゃないんですけど、ちょっと開けたところから運用している方、結構増えている傾向じゃないかなと思います。要はそのままモービルでそこまで気軽に移動ですよね。で、もうモービルホイップ相当ですね。モービルホイップでそのままもう運用して帰られるという、そのようなね、スタンス取られている方、結構今増えているんじゃないかなと思っております。で、モービルの空間をもう一つのシャックっていうんですか、もうモービルしかもうやってないという方、局長さん結構多いですね。自宅にあっても先ほどの問題で大きなアンテナも上げられない。で、前のロケーションも堤防よりはるかに劣るっていうんですか。周りにいっぱい家があってアンテナが見渡せないようなところにあるので、もう家の運用は諦めましたみたいな形でね、モービルをもう一つのシャックでアンテナを設置する場所ですよね。で、あとは保管場所。やっぱこの保管場所っていうのも重要だと思うんでね、片付けるのも結構大仕事ですので、車にね、保管してしまえば片付ける時間もいりませんので、この一つのシャック、アンテナの場所、で、あとはね、保管場所としてモービル使えてる局長さん増えつつあるんじゃないかなと思います。で、あとモービルはね、やっぱり戸を閉めれば、遮音性もあるので、意外とね、シャックとしても結構私はね、使えるんじゃないかなと思ってね、大活躍しているような形です。走行中の運用も考えないと。モービルですとね、2m430、走行中の運用をどうしてもしたいようでしたら、それはそれでね、使う無線機、アンテナももっと小規模化すればどうにでもなると思うんですけど、基本的に車の走行中にもうアマチュア無線はしませんよと思うとね、これ非常にね、選択の幅広がってきます。電気を固定しなくてもいいと。よくあるのが運転席の近くに無線機つけるっていうのは今結構これめんどくさいっていうんですか。助手席もね、家族がおるような方でしたら助手席も誰か座ってます。助手席に無線機置くことももうできないと思うので、無線機固定しなくてもいいと考えるとね、非常に楽ちんになるんじゃないかなと思います。私の場合ですと、車からの電源もう取らないようにしてます。もう取ると工事が結構大変っていうんですか。一時期考えたんですけど、考えれば考えるほどしんどい。で、車が変わるほどね、ますますややこしくなるので、もう電源取らない。で、バッテリーを使ってはいるんですけど、充電ももう自宅ですると。車から充電すると配線いりますので、車で充電するんじゃなくて、自宅で充電すると考えるとね、非常に選択の幅広がります。具体的にはもうこんな形ですよね。これ実際に 40A ほどのシールドバッテリー、コストでいうと8000円ぐらいのもんなんですけどね、後部座席にちょんと置いて、で、無線機くくりつけて、で、これ実際はね、12V から 13.8V の小圧のね、コンバーターも入れてあります。一応 50W の定格でね、運用しようとすると、やっぱりね、バッテリー直結ですとちょっとしんどいんでね、このような設備にしています。当初はね、モバイルの電源、最近よくね、ネット通販でも売ってると思うんですけど、あれ使おうとしたんですけど、結構ね、インバーターのノイズの問題とかもあったり、値段がね、やっぱり無線機動かそうと思うと、その当時4、5万かかってましたので、シンプルにノイズも出したくないっていうんでね、私的にはこういうスタンス。これ実際ね、私の方の動画、あっちこっちでもこれ紹介しておりますので、よろしかったらね、それで見ていただければ、詳しい説明させていただいております。で、あとはね、アンテナを仮設にしちゃうと。つけっぱなしにするから防水処理とかね、走行中のこと考えないといけませんので、使わないときは片付けてしまうと。もうこのね、発想の転換、非常にね、後々楽になってくるんじゃないかなと思います。はみ出すアンテナ、ステーも要注意。車からはみ出してしまいますと、とかステーを貼ったりしますと、これはこれでね、注意をね、受ける可能性も上がるので、基本はね、できるだけアンテナっていうのは車から飛び出さない。で、ステーも貼らないっていうことをね、一つのスタンスとして考えていただければね、どこでも運用しやすいような環境になってくるんじゃないかなと思います。実際これもね、他の動画見ていただいたら何回も紹介済みなんですけど、車のタイヤのホイールに簡単な金具を、結束バンドで固定。で、これ実際ね、上部は6メーターほどの釣り竿を使ってます。それにアルミ線を取り付けて、手作りですけど、ロングワイヤー。で、こちらの方はね、実際にグラウンドラジアルみたいな形でアースなんですけど、このアースを要は車の車線から飛び出さないぐらいの幅にしかも置かない前提。当初はね、
よくあります5メーターのビニール線使おうとしたんですけど、やっぱこの周りに貼っちゃいますと駐車スペース占有しちゃいますので、こういう駐車スペースに止めるときにはこういうねアルミのテープ使ったよねして、これでね斜めが中心によく出ております。もうこういう車を使った運用スタイル以外にも最近ですと他の趣味と組み合わせると、具体的に言いますとね、この登山とかハイキングですよね。それと組み合わせしてちょっとだけね行った先で移動運用を楽しまれている方結構多いんじゃないかなと思います。ただこれもねちょっと私自身はそういう運用スタイルしたことないんですけど、やっぱ人の多い場所どうしてもね今ブームですので、どこ行ってもね有名な山行きますと人多いと思います。で景色のいいところ、ロケーションのいい場所ですよね。こういうところはやっぱり注意しなさいとね、これもYouTube の某店長さんがね結構挙げられてて、私も同感なんですけど、やっぱり他人から見るとやっぱりアマチュア無線は正直言うてヘッドホンしてても多分うるさいと思います。こういう喋り声がうるさいと。であとはねやっぱり今皆さんスマホをお持ちです。やっぱり写真撮ろうと思って絶景の場所で撮ろうとしたらアンテナずっと多分邪魔やと言われると思うんでね、やっぱそういうことを考えてもこういう趣味と組み合わせる場合にもね注意していただく必要結構あるんじゃないかなと思います。で今回のまとめ簡単にさせていただきます。固定からの運用を諦める、固定から運用するのはね年々まだしにくくなると思います。これをね諦めますとものすごくねやり方自由度が高まるんじゃないかなと思います。ただしやっぱりねあらゆる面でも世間の目というものがありますのでね、やっぱり注意はやっぱりしていく必要があると。やっぱこの注意もね忘れてはいけないような状況じゃないかなと思います。ある意味、30年前より良くなったで、ハード周りは間違いなくね機器は良くなりましたね。ただし悪化した点、アンテナの設置場所でやっぱり人の見た目っていうところもね、やっぱこういうところもね、悪化というか厳しくなったりした面、こういうところもありますので、 YouTube なりネットの方でもいろんな方がねやっぱこういう注意を受けたみたいな形で情報発信されてて、なおかつ皆さんも交換されてると思うので、できればねそういう情報を見て事前にねトラブルを起こらないような工夫、これもね絶対していただければと思います。アマチュア無線なんですけど、工夫と妥協もだいぶ必要だと思うんですけど、妥協すればねこれまだまだアマチュア無線楽しめるんじゃないかなと思います。ぜひともね30年40年前開局したと同じような環境ではねやりづらい反面あると思うんですけど、いろんな方々が情報発信してます。意外なるやり方、意外なる場所でやるやり方もありますので、ぜひともね自宅から運用するっていう手段がダメだ場合、またはアンテナ買ったけど飛ばないと言われるようなアンテナしかつかないようでしたら、もう運用そこでは諦めて別の手法をぜひともね考えていただいて、工夫と妥協でねアマチュア無線楽しんでいただければと思っております。お空でお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。